はい、セリカさんです。今回は安い塗料で墨入れをしたい方向けにダイソーの水性塗料を使ってハイグレードシェンロンガンダムを製作していきます。またこの商品と同じダイソーの商品で墨入れ用道具の作り方も解説します。それでは作っていきましょう。最初にパーツを軽く確認してみましょう。外装パーツがクリア仕様となっていて、各パーツごとに色分けがされています。透明度もいいのでクリアカラー通りの透き通った見た目となっています。関節は普通の成型色パーツとなっています。クリアカラーガンプラの関節や内部フレームはだいたいこの仕様なのでいつも通りです。難しいでしょうが全部クリアパーツのガンプラとか見てみたいですね。パーツの確認が終わったら仮組みをしていきます。仮組みの際は分解しやすいようにダボ穴処理をしていくのですが、クリアカラーの場合での気をつけた方がいい点を軽く紹介します。クリアカラーの場合はダボ穴を切ると表面から切り跡が見えることがあります。これはクリアの性質上どうしても避けられないので、気になる人はなるべくピン側を切った方がいいです。ピンを切る場合はあまり短く切るとダボ穴に入らなくなるので、切りすぎには気をつけましょう。ダボ穴が長い場合はダボ穴先端付近を切れば切断跡が外まで届かないので表面からも見えないようになります。もしダボ穴を切る場合は組み立てた時に目立たないような位置にするのがおすすめです。仮組みを確認してみましょう。 HG なので色分けが足りない部分がありますが、シールで補色するようになっています。それ以外はほぼ色分けが再現されているので、このままでもクリアカラーの見た目を十分に楽しめます。シェンロンガンダムはホワイトのパーツが多めで墨入れの結果が見やすいと思ったので今回実験してみます。ここからはダイソーの水性塗料を使っていきます。今回は墨入れ用に使うので色はブラックを選びました。見た目や混ぜた感じは特に問題ない塗料の印象でしたが、いきなりプラモに塗装するのは怖いので余ったランナーのタグに試し塗りしてみました。水で薄めたりしないで取り出した塗料を直接塗ってみましたが、特に問題なく塗りやすい塗料でした。水性塗料らしく匂いもほとんどないので100円でこれだけの塗料が手に入るのはお得ですね。今回はブラックしか使わないですが、他にも複数の色が販売されているので試してみたいです。筆はマジックリンを水で薄めた液体で洗浄してから最後に水道水で綺麗にしました。ちょっと塗装したくらいなら水道水だけでも落ちるので簡単に洗浄できるのもお手軽でいいですね。塗料の確認が終わったので墨入れ用のペンを作っていきます。ペン製作用の道具はダイソーで販売されている手作りペンキットを使います。これは好きな色の塗料を使ってマジックみたいなものを作れる商品です。ペンの太さも太字と催字の2本入っているので用途に合わせて自分の使いやすいペンを作ることができます。作り方ですが、まず使いたい塗料を紙コップなどに取り出して好みの濃度に薄めます。今回はダイソーの水性塗料を使うので、これを紙コップに取り出して塗料と水が1対2くらいになるように薄めました。塗料ができたら芯を入れて塗料を吸収させます。勝手に塗料が吸収されていくので固定されていればその場にいなくても大丈夫です。塗料の濃度によりますが 2,3 分くらいで吸収が終わるので、動画でも見ながらのんびり待っていればいいと思います。塗料の吸収が終わったら芯を取り出してペン本体の中に入れます。手が汚れないように手袋などして作業した方がいいです。芯をペンの本体に入れたら後ろから蓋をします。しっかり押し込まないと芯が奥まで押し込まれないので気をつけましょう。あとはペン先まで塗料が浸透するまで待ちます。これは意外と時間がかかるので何か別の作業などをやって放置しておいた方がいいです。ペン先まで塗料が浸透したら試し書きをしてみます。ランナーのタグがデコボコしているので書きにくかったですが、しっかり塗料が出ています。あとはこれを使ってプラモのモールドに墨入れをしていきます。墨入れ前にダイソーで購入した毛書き針でモールドを掘り起こしておきます。これをしておけば塗料がしっかりモールドに入るし、余計な塗料を拭き取る時も楽になるので、毛書き針の実験も兼ねてやっておきました。モールドの太さが変更できないのが難点ですが、100円だし作業はやりやすかったので、とりあえず持っておいても損はない商品です。モールドの掘り起こしが終わったら自作ペンで墨入れをしていきます。塗料を濃いめに作ったからなのか、モールドに流れていかなかったので直接なぞっていきました。後で余分な塗料は拭き取れるので、とりあえず細かいことは気にしないで作業していきます。3時間ぐらい放置して塗料が乾燥したら余分な塗料を拭き取っていきます。綿棒にキッチン用マジックリンを含ませてはみ出た余分な塗料をこするだけです。掘り起こしたモールドに塗料が入り込んでいれば表面についた塗料だけ落ちるので簡単に作業できます。塗料を拭き取れば綺麗な見た目になるので、同じ作業で他のモールドを墨入れしていきました。自作ペンなら好きな色で墨入れ用ペンが作れるので、100均の水性塗料を合わせて使うと便利です。またペンが入りにくかったり範囲が広い部分の塗装は薄めてない塗料のまま筆で塗装しました。筆でも普通に塗装できるので、塗装後の洗浄とかが面倒でなければ筆でやるのもおすすめです。こちらの動画では自作ペンキットを使った蛍光塗装の解説もしているので、気になる方はご視聴お願いします。ここからは今回やった部分塗装を紹介します。関節などはガンメタル
ルで塗装するのですが、メタリック塗料は自作ペンで使えるのかついでに試してみました。この塗料はラッカー系なので薄め液も専用のものを使っていますが、ペンキットの作り方の手順は先ほどと同じです。ペンが完成したら塗装してみましたが、金属粒子が出てないような感じがしました。いつも見ているガンメタルの見た目と全然違っていて、ただブラックを塗装しているような印象でした。この後も乾燥と塗装を3回ほど繰り返して作業をしたので、筆で塗ったパーツと比較してみましょう。左から未塗装自作ペンキットの塗装、筆の塗装をした順番に並んでいます。筆で塗装した方も雑にやったのでムラが残っていますが、比較してみると見た目の違いがはっきりわかります。特にメタリック感の違いが顕著で、自作ペンで塗装した方は普通にブラックで塗装したような見た目になっています。太字で塗装したとはいえムラも残りやすそうなので、あまり広い範囲の塗装やメタリック系の塗料には使わない方が良さそうです。次に肩の丸い部分を塗装していきます。塗料が別の箇所にかからないように塗装前にマスキングするのですが、一度全体を覆ってからデザインナイフで必要な部分だけ切り取ります。円形のマスキングテープがあれば楽なのですが、持ってないので慎重にこの作業をしました。塗装はエアブラシで蛍光グリーンを使いました。本来この部分はシールを貼るのですが、目立つ箇所でシールだと違和感が出るかもしれないのでクリア系塗料で塗装しました。クリア系塗料は発色がしにくいので、好みの色の濃さになるまで重ね塗りをします。塗装が終わったらあとはマスキングを剥がしてちゃんと塗装されているのか確認します。失敗していたらやり直しなので、この瞬間が一番緊張する瞬間ですね。デザインナイフで切り取った割には綺麗にできていたので、この部分の塗装はこれで終わりにしました。ブラックライトを当てるとこのように発光します。ホワイトのパーツもブラックライトに反応するのでちょっと分かりにくいですね。でも見る角度やブラックライトの当て方によってちゃんとグリーンの色に発光しているのも確認できました。顔のカメラ部分は塗装するのが面倒だったので、シールに蛍光塗料を直接塗りました。グリーン一色のシールはそのまま塗ればいいのですが、ツインカメラの部分は先が細い面相筆で慎重に作業します。塗料が乾燥したらシールを貼るだけなので、このやり方は便利でよくやっています。HG サイズなら遠くから見る分には気にならないので、あまり神経質にならない程度にやりました。他にも細かい部分塗装はしたのですが、大きな作業はこれくらいです。あとは最後にトップコートをするのですが、今回はスプレーでやるので先に部位ごとに組み立てておきます。あと動画の構成上墨入れを早めにやりましたが、組み立ててから墨入れをしても大丈夫です。トップコートはプレミアムトップコートの光沢を使いました。墨入れをした塗料が水性塗料だったので、一応同じ水性のトップコートにしておきました。ラッカーのトップコートでも大丈夫だとは思いますが、念には念をといった感じです。トップコートが乾燥したら傷がつかないように慎重に組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。墨入れの比較のために仮組も左に並べておきます。今回は表面のモールドだけ墨入れをしましたが、それだけでもかなり見た目は変わりました。クリアカラーの場合はパーツ裏側にも墨入れできるので、さらに情報量を増やすことができます。ブラックライトを当てると蛍光塗料で塗装した部分が反応してくれます。ワンポイント的な部分しか蛍光塗料を塗装していないので派手ではないですが、ホワイトパーツ自体が反応してくれるので明るい見た目になります。右腕は延長用パーツをつけて伸ばすことができます。取り外しや取り付けは差し込み式になっているので簡単ですが、関節部分が目立つようになるので、気になる人はお気に入りの色で塗装した方がいいです。付け替え作業が必要とはいえ、ちゃんと腕が伸びるギミックがあるのは嬉しいですね。長さも結構伸びるので、この状態で飾るときは置き場所に気をつけた方がいいです。また延長用パーツはなくさないように気をつけましょう。余談ですが、ガンダムウィングの HD クリアカラーガンプラはシェンロンガンダムが販売されたことで、前半のガンダムタイプが全て揃いました。軽く調べたところ、ガンダムウィングのクリアカラーガンプラは2020年にサンドロックが最初に販売されたようなので、だいたい4年越しで5機揃いました。この調子で他のガンダム作品も色々と揃ってほしいです。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。